お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の対戦車キラーともいえる兵器、一式砲戦車について解説をする。砲戦車って何？戦車とどう違うの？その質問はね、一式砲戦車の開発経緯を解説する上で、重要なんだ。一式砲戦車は別名があり、その名は一式自走砲ともいう。自走砲というのは、主に野戦銃砲を自走化した戦闘車両だ。それを聞いても戦車との区別がわからん。この点について、自走砲と戦車を区別する厳密な定義があるわけではないんだ。基本的には、大砲に機動力が付与された兵器が自走砲なんだけど、帝国陸軍では、自走砲を所管する砲兵科と、戦車を所管する機甲兵科で、同じ車両でも呼び方が違うというややこしい事情があったんだよね。つまり同じ車両に関して、砲兵は自走砲と呼び、機甲兵は砲戦車と呼ぶということか。その通り、帝国陸軍において、一式砲戦車は砲兵が所管しており、開発段階の試験なども、帝国陸軍の野戦砲兵学校で行われたので、厳密には、砲兵の司る自走砲なのではないかという考えもあり得るが、ややこしいので、この解説では砲戦車と呼んでいくよ。一式砲戦車は、開発段階では機甲兵の運用する呼称である、砲戦車の名称で呼ばれていたこともあり、砲兵の運用する自走砲なのか、機甲兵の運用する砲戦車なのか曖昧な部分もあったが、基本的には、野戦砲兵学校も参加しての、砲兵の司る自走砲として開発が進められた。もっとも、一式砲戦車が完成すると、これは機甲師団の機動砲兵として配備されるという結果になるんだけどね。少し話がそれるが、自走砲なのか戦車なのかという議論は、日本より遠くドイツでも起こっていた。ヒトラー率いるドイツ国防軍で開発された有名な自走砲として、突撃砲なる車両がある。なんか戦車っぽいけど戦車じゃないな。ドイツ国防軍の突撃砲は、基本的には歩兵支援や敵陣地に対する攻撃を目的としているため、車両がこの形なんだ。この突撃砲も、自走砲なのか、それともドイツ国防軍の対戦車両戦闘車両である駆逐戦車なのかをめぐって、議論があったが、これも結局は、この突撃砲を、どの兵科に所属する車両として呼称するのかという、部署間の争いであり、極めて役所的な問題でもあるんだ。陸軍も平時は巨大艦長だからね。話を一式砲戦車に戻す。一式砲戦車は、車体については、以前本チャンネルで紹介した、97式中戦車の車体をほぼそのまま使っていたんだが、注目すべきは、その手法だ。97式中戦車は帝国陸軍の主力戦車だったな。一式砲戦車に搭載された手法は、90式野砲というもので、この野戦用の大砲を、戦車の手法部分に搭載したんだ。野戦用の大砲をそのまま持ってきたの。だから砲兵の所管する自走砲の色彩が濃いとも言えるかもしれないね。戦車の車体に搭載できるよう改修はしているが、90式野砲の射程と火力は凄まじく、対戦車砲として鉄鋼弾を使用すれば、敵戦車の走行を貫徹する能力としても威力を発揮した。さすが野戦用の大砲をそのまま乗っけただけはある。また、一式砲戦車の開発着手は1939年からだが、さすがにこの時期になると、帝国陸軍は戦車や自走砲の防御力の要素として、特に前面の装甲の厚さが重要になることを認識しており、一式砲戦車は、前面の防潤部分が厚さ50ミリという強度だった。防潤って何？一般的に防潤っていうのは、機関銃などに装着する前面にある盾だ。一式砲戦車の場合は、搭載された手法を防御するための、周囲の盾を指す。なるほど。さて、一式砲戦車が実戦に投入された大きな戦闘は、太平洋戦争終盤のフィリピン戦だ。マレーの虎、山下智文大将のフィリピン戦だな。一式砲戦車は、帝国陸軍の機甲師団である、戦車第2師団に配備された。師団内では、機動砲兵第2連隊に配備されたんだ。機動砲兵連隊って部隊が日本にあったんだな。戦車第2師団は、当初は機甲軍として、満州に駐屯する関東軍に属していたが、1944年に、山下智文大将率いる第14方面軍に転属し、フィリピンのルソン島で戦闘を展開することになる。
ちなみにだが、山下大将率いる第14方面軍が、ルソン島で決戦を行うことになった経緯が複雑だ。もともと、山下大将は、フィリピン防衛のため第14方面軍司令官に就任した際、ルソン島でアメリカ軍と建婚一敵の決戦を行うべく、作戦案を検討していたが、これに上司から横槍が入った。上司って、大本営だ。さらに、南方軍総司令官である寺内久一元帥も、ルソン島ではなく、レイテでアメリカ軍と決戦をするよう横槍を入れた。これは台湾沖航空戦で、日本軍が大戦果を上げたという誤報に基づく作戦介入だったんだが、偶然にも、優秀な情報参謀を抱えていた第14方面軍は、台湾沖航空戦の大戦果が誤報であることを見抜いており、大本営や南方総軍の横槍に極力反対をしたが、結局はレイテ海戦を行うことになり、大損害を被った。この大損害を経て、やっと一式砲戦車を擁する第14方面軍は、ルソン島で戦闘を行うことになった。情報分析は重要だな。さて、戦車第2師団における機動砲兵第2連隊の一式砲戦車は、上陸してくる敵軍と激闘を重ねた。そもそも兵力差が大きく、制空権も敵に握られている状況だったが、ノモンハン事件におけるソビエト連邦の機構軍団相手の戦闘で、戦場経験を積んでいた熟練の軍人らが、一式砲戦車の位置が敵に特定されないようカモフラージュを展開しつつ、敵軍の戦車や兵員に砲撃を浴びせるなど戦闘を重ねて、第14方面軍の戦闘に寄与し続けた。そして、一式砲戦車を擁する機動砲兵第2連隊は、半年近く戦闘を続けたが、最後は全滅した。制空権がな。このように一式砲戦車は実戦に投入されたが、密かに帝国陸軍は、一式砲戦車をバージョンアップした砲戦車を開発しており、本土決戦で駆使すべく、その量産までしてたんだ。その新型砲戦車の名前は、三式砲戦車だ。なんか一式砲戦車より重厚感が増している気がする。三式砲戦車は、一式砲戦車のバージョンアップだが、最も特徴的なのは、一式砲戦車に搭載された90式野砲を増強した、三式7センチ半戦車砲が搭載された点だろう。三式砲戦車の手法による装甲の貫徹能力は、一式砲戦車を上回る威力だった。もっとも、さっきも言ったように、本土決戦用の兵器だったので、実戦に投入されることなく、その役割を終えたんだけどね。さて、以上の通り一式砲戦車の解説をしてきたが、戦車を中心にしたこの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。